フィットネスクラブは今や老若男女が集まる社交場です。業界調査によると、日本のフィットネスクラブ利用率は全体で 12% で、女性 14%、男性 11% と女性の利用がやや多く、年代別では60代女性 21%、20代男性 19% と高齢女性と若い男性の利用率が突出しています。さらに利用者の半数以上が週1回以上通っており、60代女性では 57% が週1回以上、23% がほぼ毎日利用していることが報告されています。別の調査では、運動習慣がある人の割合が男性60代で 35.5%、70歳以上で 42.7%、女性60代で 25.3%、70歳以上で 35.9% と、高齢層ほど運動意欲が高いことも示されています。大手ジムの決算資料では、60歳以上の会員比率が2018年の 30.5% から2023年には 35.1% まで上昇しています。こうした数字からもわかるように、シニア世代はジムの主役になりつつあります。そこで今回は、ジムでのシニア世代の迷惑行動をテーマに、笑って学べるリアルな失敗談を20本お届けします。視聴者の皆さんがあるあると共感しつつ、最後には気持ちよく学びのある動画になるよう、軽いツッコミと感想を添えながら進めていきます。体験談1、マシンを独占する先輩たち。会社帰りに通うジムで、いつも気になるのがベンチプレス台を占領するシニア層です。ある日、筋トレ初心者の私はベンチプレスに挑戦しようとしたのですが、先客が全く動く気配を見せません。70代くらいの男性2人が軽く談笑しながら、セットとセットの間に10分以上も休憩しているのです。後ろには私の他にも並んでいる人がいて、視線が集まっていました。結局30分近く待たされた挙句、やっと使えたと思ったら、今度はその男性の友人がやってきて、次いいと当然のように割り込んできました。焦りと苛立ちでトレーニングに集中できず、その日は軽く流して帰りました。スタッフに言えばよかったのかもしれませんが、視野新者の私は言えませんでした。家に帰ってからは笑い話にしましたが、これ以来ピーク時間帯は避けるようになりました。それ、完全にベンチの私物化ですね。順番待ちしているのに気づかないふりはダメですよね。ああ、わかります。私も注意できずに泣き寝入りしたことあります。体験談2、更衣室での大音量おしゃべり。仕事帰りにリフレッシュしようとジムへ行ったところ、更衣室で予想外の出来事がありました。60代くらいの女性グループがドライヤーの前を占拠し、まるで喫茶店かのような大音量でおしゃべりしていたのです。内容はご近所の噂話や病院の不満などで、気になって仕方がありません。私は仕事柄、患者さんのプライバシーを大切にしているので、こういう無自覚な個人情報の漏洩に少しヒヤッとしました。さらにドライヤーを使おうと近づくと、ちょっと待ってねー。若い人は時間あるでしょう。と軽くあしらわれ、思わず苦笑い。最終的には汗が引くまで待たされ、風邪をひきかけました。結局、次の日は早めに行くようにしたので、これはある意味学びになったのかもしれません。ああ、それめっちゃわかります。ドライヤーの前が井戸端会議場になってるパターン。いや、それはもう事件ですよね。風邪ひかなくてよかったです。体験談3、プールでの井戸端会議。健康維持のためにプールで泳いでいると、レーンの端に大きな渋滞ができていました。原因は、70代の女性数人がウォーキングレーンで立ち止まり、肩まで水に浸かっておしゃべりしていたことです。彼女たちは運動よりもおしゃべりに夢中で、レーンを封鎖したまま10分以上も居座っていました。他の利用者は仕方なくレーンを移動し、泳ぎにくそうにしていました。私はプールでのマナーを守ってほしいと感じ、スタッフに相談しましたが、注意してもすぐ戻ってきてしまうんですよ、と困り顔でした。結局、別の時間帯に泳ぐようになりましたが、もやもやした気持ちは残ったままです。プールで井戸端会議。それはまるでスーパー銭湯ですね。
泳ぎたい人にとっては大迷惑。スタッフも大変そうです。体験談4、インストラクター占領問題。ヨガのグループレッスンに参加した時のことです。私は初心者でインストラクターのアドバイスを受けたかったのですが、70代の女性がレッスン中ずっとインストラクターの近くに陣取り、ポーズの確認や世間話で先生を独り占めしていました。その方は体が硬いらしく何度も質問し、先生も親切に教えていましたが、他の参加者はほとんど放置状態。私は姿勢が合っているのか不安なままレッスンが進み、効果を感じられず残念でした。レッスン後にその女性は先生と延々と雑談を続け、次のクラスの人たちが待っているのに全く気にしていない様子でした。周囲の空気が気まずくなり、私は早々に退出。次回からは少人数制のレッスンに変えました。インストラクターを独占って、サービス精神旺盛な先生ほど大変ですよね。みんなで順番に見てもらえればいいのに。いや、それはもう事件ですよねって言いたくなります。体験談5、マシンの汗拭き忘れ事件。筋トレマシンを使った後は備え付けのタオルで汗を拭くのが基本ですが、ある日ベテラン風のシニア男性が汗だくのまま次のマシンに移り、さらに別のマシンにと汗の足跡を残していきました。私はマシンの順番を待っていたので、汗を拭く時間もなく次々と場所が使われていくのを見て呆然。結局彼が一通りマシンを回った後、私とスタッフで器具を拭く羽目になりました。その男性は注意されても、ああ、後でやるよ、と軽く返事をするだけで、また汗をまき散らしながら去っていきました。不衛生な環境に嫌気がさし、その日はシャワーを浴びてすぐ帰宅しました。翌週にスタッフから、次回は必ず拭いてください、と掲示が出ていたので、他にも苦情があったのだと思います。ひゃあ、汗びっしょりのマシンをそのままにするなんて、マナーが悪いとみんなが不快になりますよね。私も見かけたらそっと拭いてます。体験談6、スマホで無断撮影トラブル。ある日の更衣室で鏡の前でストレッチをしていると後ろからカシャッという音が。振り返ると70代くらいの男性がスマホを構えていたのです。私はびっくりして「今撮りましたよね?」と問い詰めると、彼は孫に送るつもりだったけど誰も映ってないから大丈夫と悪びれない様子。更衣室は撮影禁止と掲示されているのに、その認識がないようでした。すぐにスタッフに伝え、男性は注意を受けていましたが、不快感と恐怖感は残りました。この出来事がきっかけで、私はジムを変えようかと真剣に考えました。そうなんですか。それは完全に予想外です。更衣室は撮影禁止って当たり前なのに、怖い思いをされましたね。体験談7、スマホで大声通話。ランニングマシンで走っていた時、隣のマシンで歩いていた60代の男性が突然電話をかけ始めました。しかもイヤホンをしていないので内容が丸聞こえで、商売の愚痴や家族の話などが延々と続きました。私は音楽を聴いていたのですが、それでも男性の声がマシンの音に勝るほど響き、集中できません。周りの人も明らかに迷惑そうにしていましたが、本人は気づいていない様子でした。仕方なく私は耳栓をして無心に走り続けました。後でスタッフが注意し、男性は不服そうに電話を切りましたが、その後しばらくするとまた別の人が同じことをしており、モヤモヤが残ります。電話の内容が丸聞こえ、運動中はスマホを置いておきましょうって言いたくなりますね。イヤホンなしでの通話はさすがにアウトです。体験談8、スパエリアでの長居。ジム併設の大浴場はトレーニング後の楽しみですが、70代以上の女性たちの長居に困ったことがあります。サウナやジャグジーで長時間話し込み、湯船も占領しているため、他の利用者が入るスペースがないのです。私は仕事の休憩時間を利用してジムに来ていたので、時間に限りがあります。順番に交代しませんかと声をかけても、今出るからと言われ、そのままさらに15分待っている間に体が冷え、結局疲れが取れるどころか風邪気味になってしまいました。その後からは忙しい時はシャワーだけで済ませるようにしています。施設側が時間制限を設けたので、
少しは改善しましたが、文化の違いを感じた瞬間でした。湯船やサウナはシェアスペースなのに、長風呂の話し込みはきついですね。時間制限がついて少し良くなって良かったです。体験談9、割り込みストレッチ。混雑しているストレッチエリアでバランスボールを使おうと並んでいました。すると60代の男性が横からひょいと現れ、先に使わせてと当然のように割り込んできました。驚いていると、その男性はシニアだから早く終わるよとニコニコしながら話しかけてきます。結局その人は20分以上もボールを独占し、後ろには長蛇の列。私は何度か声をかけようとしましたが、他の若い利用者も黙って待っているのでそのまま見守ることにしました。さすがにイラッとしましたが、使い終わった男性がありがとうねと笑顔で去った姿に怒る気持ちも少し和らぎました。次からは別の器具で代用するようになりました。いや、それ割り込みじゃないですか。シニアだからって理由にならないですよね。でも最後に笑顔でお礼を言われると怒れない気持ち、わかります。体験談10、器具の使い方を勝手に指導。トレーニングマシンで筋トレ中、見知らぬ70代の男性が近寄ってきて、そのフォームじゃ効かないよと声をかけてきました。私はトレーナーの指導を受けていたので無視しようとしたのですが、男性は自分の筋トレ経験を延々と語り始め、レッグプレスやラットプルダウンの使い方を次々に実演し始めました。最初は親切心かと思いましたが、私が笑顔でやんわり断っても引き下がらず、他の女性にも同じように声をかけていました。後でトレーナーに相談すると、教え魔と呼ばれる常連で、注意してもなかなか治らないとのこと。結局別の時間帯にトレーニングすることで避けるようにしました。教え魔ってどこの世界にもいますね。行為なのかもしれませんが、自分のトレーナーさんの指導があるときはそっとしてほしいですよね。体験談11、騒がしいウォーキングマシン。早朝のジムは比較的静かで快適ですが、ある日70歳前後の女性グループがウォーキングマシンを並べて使用しながら、まるでカラオケボックスのように大きな声で歌を歌い始めました。彼女たちはお気に入りの歌謡曲をスマホから流し、一緒に歌って盛り上がっています。周囲の利用者は苦笑いしながらも注意できず、スタッフもどう声をかけていいか迷っている様子。結局他の人たちはイヤホンの音量を上げて対応していましたが、ジム内の静けさが失われ残念でした。その後スタッフから歌は禁止ですとアナウンスがあり、ようやく収まりました。ジムでカラオケ大会、楽しそうだけど、周りの人にはちょっと、歌いたい気持ちはわかるけど場所は選びましょうって感じですね。体験談12、裸でうろうろ問題。ある日、トレーニング後にロッカールームへ行くと、70代の男性が全裸のままうろうろしていてびっくりしました。ロッカーからシャワー室、洗面台へと何度も行き来し、タオルも巻いていません。確かに温泉では普通の光景ですが、ジムでは他の利用者もいるので目のやり場に困ります。私は急いでシャワーを浴びて着替えましたが、他の若い利用者もそわそわしていました。スタッフが注意するとその男性は、昔はこれが普通だったと言い、納得していない様子でした。それ以来、ロッカーでは視線に気をつけるようになり、人の感覚は世代によって違うと痛感しました。それはびっくりです。温泉じゃないんだからって突っ込みたくなりますね。でも世代間ギャップって本当あります。体験談13、シャワー室の長時間占拠。トレーニング後にシャワーを浴びようとしたら、シャワーブースが全て埋まっていました。待つこと10分、やっと一つ空きそうだと思ったら、70代の女性がごめんね、もう少しと言ってさらに体を洗い続けます。聞こえてくる会話からすると、自分のシャンプーやボディケアにこだわっていて、時間をかけて丁寧に洗っているようでした。結局20分以上待たされ、身体が冷えてしまいました。スタッフが時間を区切るべきだと感じましたが、ジムでは難しいのでしょう。私はその後、家に帰ってシャワーを浴びる習慣に変えました。20分待ちって厳しい。お家でゆっくり派に変える気持ち、わかります。
時間制限があると助かるんですけどね。体験談14、マシンの順番を守らない。サーキットトレーニングエリアではマシンを順番に回るルールがあるのですが、60代の男性が自分の好きな器具だけを繰り返し使い、他の人が順番を守っていても全く気にしない場面に遭遇しました。私はその人に、このエリアは順番に回ることになってます、と伝えましたが、私は膝が悪いから他のマシンは使えないんだ、と譲りません。周りの人も遠慮して何も言えず、結果としてエリア全体が滞ってしまいました。スタッフが介入して説明したところ、その男性はようやく理解し、他のマシンに移動してくれました。しかしその間の空気は非常に気まずく、ルールの周知の難しさを痛感しました。膝が悪いのはわかりますが、順番は守ってほしいですよね。ルールを知らない人にはスタッフから周知してもらえると助かります。体験談15、靴のままサウナに入る。仕事帰りにサウナで汗を流そうと向かったところ、60代くらいの女性がトレーニングシューズのままサウナに入ってきました。私は驚いて、靴は外で脱いだ方が衛生的ですよ、と伝えましたが、足が冷えるから、と言って聞きません。靴底には汗や汚れがついているので、そのままサウナの木の床に座るのは不衛生です。他の利用者も嫌そうな顔をしていましたが、直接注意する人はいませんでした。その後スタッフが掲示板に、サウナ内は裸足で利用してください、と張り紙をしていました。ルールがあっても常識が通じないことがあるんだと実感しました。靴のままサウナ、想像しただけでムズムズします。ルールを張り出してくれたスタッフさん、グッジョブです。体験談16、マシンに長時間座ってスマホ。混雑時のジムでベンチプレスに座ったままスマホゲームに夢中になっている60代の男性を見かけました。私を含め数人が順番を待っているのに、男性は数十分間スマホを操作して全くトレーニングをしません。次使ってもいいですか、と声をかけても、ちょっと待って、と言われるだけ。仕方なく別の器具で時間を潰しましたが、ようやく男性が立ち上がった時には待っている人たちからため息が漏れました。スタッフが巡回して注意すると、男性は不満げに退席。その日の帰り道、友人とこの出来事を笑い話にしましたが、次からは混雑する時間を避けるよう心がけています。スマホゲームに夢中で器具を占領。私も何度も見たことあります。待っている人への気配り、大事ですね。体験談17、ロッカー番号の勘違い。私自身の失敗談です。いつも同じ番号のロッカーを使用していたのですが、ある日ぼんやりしていて隣のロッカーに荷物を入れてしまいました。宙にあった方の私物を自分のものだと思い込み、靴下まで履き替えてしまったのです。しばらくしてロッカーの持ち主の若者が戻ってきて、それ僕のです、と言われ、ようやく間違いに気づきました。申し訳なさで顔が赤くなり、ごめんなさい、と謝りながら慌てて元に戻しましたが、情けなさと恥ずかしさで穴があったら入りたい気持ちになりました。それ以来、ロッカー番号を2回確認する癖がつきました。若者も笑って許してくれて救われました。ご本人の体験談、そういううっかりってありますよね。相手の方が笑って許してくれると救われます。次からは確認必須ですね。体験談18、タオルを使い回す人。トレーニングの合間に汗を拭こうとタオルを手に取ったら、それが誰かの私物だったことに気づきました。隣でトレッドミルを使っていた70代の男性が、共有タオルと自分のタオルを使い分けずにその辺に置いていたようで、他の人も同じように使ってしまっていたのです。私は驚いて、これ共有じゃないですよね、と尋ねると、男性は、ああ、それ俺のだった、と笑っていました。衛生面でゾッとしてしまい、すぐに手を洗いに行きました。共有物と私物の区別をつけてほしいと思った瞬間です。以後、ジムでは自分のタオルを持参し、見分けのつくカラーや柄にしています。それはびっくり。私物のタオルは管理してほしいですよね。カラフルなタオルだと間違いにくいので、私も派手な柄を使ってます。体験談19、急に止まるウォーキングレーン。プールのウォーキングレーンで順調に歩いていたところ、
前を歩いていた60代の女性が突然立ち止まり、後ろを振り返りました。私はぶつかりそうになり慌てて避けましたが、その女性は知り合いに手を振って話しかけるために止まったようです。後続の人たちも次々とぶつかりそうになり、水しぶきが上がりました。私は、歩くレーンは止まらないでください、と声をかけましたが、女性は、ちょっとくらいいいじゃない、と笑っており、周りも苦笑い。スタッフが注意してからは少し改善しましたが、事故が起こる前にルールを徹底してほしいと感じました。ウォーキングレーンで急ブレーキ。後ろの人は本当に危ないですよね。周りを見てほしいな。体験談20。体調管理を怠った結果。最後はシニアではなく私の失敗談です。大学を卒業して間もない頃、ダイエットのためジムに通い始めました。意気込みすぎて水分補給を忘れ、サウナにも長時間入ってしまった結果、軽い熱中症になりロッカールームで倒れてしまいました。60代くらいの先輩会員の方がすぐに気づき、水を飲ませて涼しい場所に移動させてくれました。その方は、若い人ほど無理しがちだから気をつけて、と優しく声をかけてくれました。恥ずかしさと同時に、シニア世代から学ぶこともあると実感しました。今では水分補給と休憩を重視し、無理のないペースで運動を楽しんでいます。自分の体験談まで、無理は禁物ですね。先輩世代の方の優しさにほっとしました。私も水分補給忘れないようにします。まとめ。ジムでのシニア世代の迷惑行動には、マシンや施設の独占、順番を守らないこと、大声のおしゃべりや電話、汗を拭かないなど衛生面の配慮不足、そして撮影禁止エリアでのスマホ利用などがあります。こうした行為は世代による価値観の違いやマナー認識の差から起こりやすく、トラブルの原因になりがちです。また、意外と多いのがサウナや浴場での長居や、シューズを履いたまま入室してしまうこと、ロッカー番号の勘違いや、マシンに座ったままスマホに夢中になる行為もよく見られます。さらにプールやウォーキングレーンで急に立ち止まったり、仲間同士で井戸端会議を始めてしまうのも事故につながる危険があります。こうした事例から見えてくるのは、シニア世代と若年層のマナー意識の差やコミュニケーション不足です。実際、シニア世代の利用は増えていて、60代女性の半数以上が週に1回以上ジムを利用しているという調査結果もあります。だからこそ大切なのは、ルールの周知と世代間の理解、そして無理をせず水分補給や休憩を取りながら、自分の体調を守ることです。ジム通いは健康維持に大きな効果があり、シニア世代の運動習慣も年々広がっています。これから通おうと思っている方は、混雑する時間を避け、事前にルールやマナーを確認し、周囲への配慮を心がけると良いでしょう。スタッフにとっても、世代間の違いに配慮した丁寧な声かけが、トラブルを減らす大事なポイントです。お互いに気持ちよく利用できるジムを目指して、世代を超えて健康づくりを楽しんでいきましょう。それではまた次回のリアルボイス図鑑でお会いしましょう。あなたの初めてが後悔のない一歩になりますように。